地球玉系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。ゴッドハンドさんのですね、今日ニッパーの話なんですけども、アルティメットニッパーとグレード1ニッパーについては、以前の動画で紹介させてもらったと思うんですけども、地球堂の棚を見てですね、ゴッドハンドコーナーになんかニッパーがいっぱいこう引っ掛けてあるんですよ。でその数を数えたやつを今ここ持ってきてるんですけども、数数えますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 わかります？この2本入れて11本も出してるんですよ、ニッパー。すごくないですか、ゴッドハンドさん。はい、ですごいなって思いつつも、じゃあ僕の接客めっちゃ大丈夫なんかなって心配になったので、今回はこの11本きちんとね、こういう時にはこういうニッパーですよってこう区別してね、こう皆さんの前でお話できたらと思っています。僕のね特訓動画だと思ってください。何個かねちょっと緩いのあるけど、そこはちょっとねご了解いただければと思います。それではですね、ゴッドハンドさんがなぜ11本もニッパーを出したのかというところを追求していきながらねやっていきたいと思いますので、お楽しみに。それではですね、最初に紹介する2本はこちらでございます。こちらプラニッパーとケロロニッパーですね。なんか見た目相当似てますよね。そうですね。僕も同じだと思っています。はい。一番の違いはケロロニッパーなんですけども、金属の部分にですねケロロが乗ってます。あ、本当だ。可愛いですね。はい。どっちがおすすめですかっていうと、これ値段も一緒ですし、ゴッドハンドさんなんか一番安価で買えるニッパーなんですよね。で、お客さんも最初にねニッパー買うならどれがいいですかって言われた時、大体僕これを案内してるんですけども、握りやすいんですよね、ソフトグリップで。で、ここの返しのところがですね、お子さんに買ってあげたいなと、これ以上上に上がりませんから。ね、ちょっと刃の先端は尖ってて、そこのところは注意していただければ、もう本当にね安全に使っていただけるんじゃないかなと思います。どういった意味で安全かっていうと、子供って結構無茶するじゃないですか。刃が折れる心配はほぼないというぐらい、かなり耐久性に特化しているニッパーとなっております。でですね、特徴がもう一つありまして、普通ニッパーってここがバネだったりとか、くるりんってこう針金がね曲がってるとこあるんですけど、あそこってダメになったらもうニッパーが全然使い物にならないじゃないですか。これなんか見えないなって感じがするんですけど、実は後ろにですね、この金属に沿うようにこうバネがついてるんですよね。これパッキンバネって言って、ゴッドハンドさん特許ってやつですよ。でこれで返すので、なんかその初めてね買った人、このねバネが気になってね引っ張っちゃったりとかね、取ろうとかね思っちゃうじゃないですか、子供だったら。特に僕なんかもねやっぱこうなんかイージーしたことありますから、そういうね触られにくいようになってます。これをですね必要以上に開くとパッキンバネですかね、こうパキンって言ってね、でこれで最大限ね開くことができます。模型教室でもですね、あんまり広げすぎるとねこうパキンって言ってねこんな風になりますよって言ったらね、いろんなところがパチ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 ってね音が聞こえるんですけど、音は気持ちいいですよね。やりすぎてもいいのかな、どうなんだろう、ここちょっとわかんないんだけどね。僕は怖いのであんまりやらないでって言ってますけどね。ほんとね跳ね返りもね心地よいですよ。だから初めて買う方にはもう同じ話ですけどね、これ握りやすいですからね、操作性のいいところでねパチパチね切ってもらいたいんじゃないかなと思います。はい、続きまして紹介したいニッパーはこちらクラフトグリップシリーズですね。これ4種類あるんですよ。ゴッドハンドさんですね、こういうねニッパーも作ってるんですね。この4種類について紹介したいと思います。はい、こちらクラフトグリップシリーズなんですけども、4種類で共通して言えることはですね、まずサンドイッチ構造って言って、こういう上と下にこういう構造があって、その真ん中に刃のもう一個の金属が入って、こういう感じで動いて切るんですよね。なんか明らかになんかこう上と下とでなんかあんまりね見ない動きするんですよ。これのいいところは刃のガタつきがないわけですよね。なのでガタつき防止になっておりますので、いつだって同じようなね安定のある切り方ができると。あとはその4種類がそれぞれどういったシチュエーションで切りたいか、例えばちょっと細かいところなのか、もう大雑把に切れるところなのかとか、あと素材とかですね、そういったところに合わせてこの先端の角度や細さなどを変えているので、4種類ありますよと。で紹介した1本目がこちらですね。名前はニッパーですね。はい、ゴッドハンドさんついにニッパーですね。これね、面白いですよね。もうただのニッパーなんですよ。これどういったところで使うかと言いますと、このニッパーは本当に万能なんですよね。だからここいうところに使ってくださいねっていう用途がないから、そういう前振りがなくなってニッパーなんですよ。つまりこれ今切りたいな、なんか切れるもんないかなって言ってあたふた探した時に、ちょっと軽い金属切りたいなと思った時パッとアルティメットこれでごめんめっちゃ噛んだ。なんかこうわーって切りたいなと。ダメだ、下手だな、やだな。いける？何のこだわりですか？何かもう一回いこうか。例えばですね、こう何かこうわーって切りたいなと、なんかいいもんないかなと思った時に、そうだアルティメットニッパーがあるって言った時に、相手が金属だったらこれ切れないじゃないですか。でわーってこうなんかないかなって言った時に、なんか逆になんかこういうダガーンってきたらね、これじゃないみたいなね。だけどこの時にねこうニッパーがあればこうや
大体切れます、プラスチック OK でしょ。であと金属も OK なんですよね、これ真鍮線も 1.5mm、 陽白線も 1mm、 銅線も 1mm、 アルミ線もね 3mm と、だから写真でもあるようにハンダをねした時にこうパチッと切ったりとか、もうほんとね何でもありなんですよ、だからもう安心して何でも切りたいなと、ちょっと無茶もしたいなという時にはこのニッパーね非常におすすめなんじゃないかなと思います。続きましてこちら先細ニッパーですね、こちらはですねそのニッパーの先端が先細になったよということですね。例えばですねこの絵にあるようにですねこう時限爆弾をね解除するという場面があるとするじゃないですか。いやこう青い線とね赤い線を切る、どっちを切ろうと言った時にわーって探して、例えばこれを持ってきたとするじゃないですか。それはもう両方とも切れちゃうんですよね。でそういうねこう細かいところをかき分けてお前だっていうのをね切るのに向いているということで、きっとねこの先細ニッパーがあれば2分の1も当てることができるでしょうと、そういう商品でございます。でもねリード線がこうわーっとこう絡んでる時にやっぱねこの狙ったところをね切りたいという場面ってねきっとあると思いますので、だから模型用というよりは本当になんかこうそうねいろんなところで使えると、ホームセンターにあってもいいんじゃないかなと思うようなニッパーでございます。続きましてこちらプラスチックニッパーとなっております。これですねどういう風なところで使うかっていうともうその名の通りプラスチック専用なんですね。だからさっきみたいなニッパーで金属を切れるとかそういったことはできませんのでご注意ください。こちらのねニッパーと比べてみるとですね上がニッパーで下がプラスチックニッパーなんですけども、ニッパーは真ん中の方がくぼんでるんですけどもプラスチックニッパーはもうこう真っ平らですよね。まっすぐ切るのが重要じゃないですかプラモデルって、なのでそのプラモデルに適した先端の形をしてますよと。これで最後ですね先細プラスチックニッパーですね、これは細かいところにね入りますよということで、特に説明もいらないかなと思います。だからその先端とかね戦車とかね、そういうそのパーツ一個一個はね細かいところにはこの先細プラスチックニッパーを使ってもらえたらなと思います。続きましてこちらメタルラインニッパーですね。僕これ個人的にはもう本当に感動してまして、切れ味が金属を切るためのニッパーですね。性能はですね先ほどご紹介したクラフトグリップシリーズのニッパーのおよそ性能2倍ということで、真鍮線はですね 2mm、 陽白線も 2mm とでメタルラインって硬い金属あるんですけども、こちらが 0.025 ですね。ミリでいうと 0.042mm、 そして銅線は 2mm でアルミ線は 2mm となっております。こちら 2mm の真鍮線なんですけども、いきますよ。バチンと、でこう見てくださいこの先端、真っ平ら超綺麗。普通こういう真鍮を切るニッパーっていろいろあるんですけども、だいたい先端がもう潰れてしまってヤスリがけするなんていう場面結構あるんですけども、本当にこれねまっすぐ切れるんですよ。感動、本当に超綺麗。何だったんだ今のは。一瞬気が緩んだ。してとかしてない。いや本当ねすごいのよ。もうパッツンパッツン切れてこうねパチンパチンってね、本当に意味もなくバチバチ切ってますけど、全然力いらないんですよ 2mm で。いやもうね本当にすごい、めっちゃ綺麗。もうこれ最近金属といえばもうメタルニッパーはねなんかないかなじゃなくて本当探しに行きます。メタルニッパーが見つかるまで僕は金属を切りません。ちょっとパイプをね切ってみようか。こちらですね 2mm のパイプなんですけれども、これ僕やったことないんでうまくいくのかなどうかな。いきますよ。先端潰れちゃったのでパイプはダメですね。なのでパイプをカットするのはノコギリとかいったものがいいんですけども、ただただね切るよというのではメタルラインニッパーいいんじゃないかなと思います。そして最後にですね紹介したいのはこれ実は新商品ですね。片刃ニッパー ST となっております。まずですね扱いやすくなりましたとね、入門ね片刃ニッパーって刃がね折れたりとかそういうの心配だよという方はですねこちらお買い求めいただければなと思うんですけども、この切れ味が 3.5 なので、アルティメットニッパーが5、ブレード1ニッパーが4というところで言えば、そのブレード1ニッパーよりも 0.5 落ちますよと。とはいえですよ、これ一本一本職人さんが刃をつけてますので、そこら辺はねもう安心して買ってもらえたらと思います。改めてねこの最大の特徴といえば丈夫で扱いやすいと。片刃はね刃が折れたらどうしようとかね、そういう心配な方にはまず片刃ニッパーってどんな切れ味かなってやっぱ試してみたいわけじゃないですかね。なので、こう一番最初にね選んでもらうといいんじゃないかなという入門にまさにおすすめというような商品になっております。そ
そして特にこれあれですよ、最初に紹介したパッキンバネコードですね、はい、こちらですね、もう一つ特徴がありまして、こう裏側にね白いボタンがあるんですよ、ね、これを閉じた時にこのボタンを押してあげるとですね、このパッキンバネがこうパチンと上に上がるんですよ。そうするとどうなるかっていうとロックできるんですね、なので、保存で安心してね保存していただけますよと。でこの開く時なんですけども、こうそのままパカッと開けるとですね、ちょっと嫌な音するんですよね。なのでこのボタンをしっかり押したまま開いてもらうと、このバネのねこう戻る時の衝撃が、少なくて戻りますから、長くね使っていただけるように。でもこう無理やりパッとやるとねすぐダメになっちゃうかもしれませんから、必ずこの白いボタンを押して戻してください。ではですね、早速ちょっと切れ味の方をね試してみたいと思います。はい、それではですねカットしていきたいと思います。おなじみの 3mm プラボですね。これにちょっと白くなってますけどね。はい、ではちょっとカットしていきたいと思います。で片刃構造ですので、この下の方がまな板になっています。で上が刃で、上の方がぐーっとねまな板に近づいていって切れるという形ですね。はい、ではいきます。おお、めっちゃ綺麗じゃない？全然白くなってないですね。片刃ニッパーはねこれゆっくり切っていくのがねコツですから。おお、全然綺麗じゃない？そうですね。ね、こう切ってる感じとしては多少やっぱりアルティメットニッパーとかブレードワンニッパーと比べて多少力がいるというか、こう跳ねっ返りを感じるんですけど、断面は全然劣ってないですよね。そうですね。スーパー綺麗。こうやってね、断面見ていただくと、なんだ全然これ片刃ニッパー ST いいじゃんっていうね。でこれ錆びにくいステンレス素材ですから、本当に安心して使えるんじゃないかなと思います。というわけでですね、地球堂で揃えているニッパー11種類と話したんですけども、11種類喋ったんですけど、やっぱ全部用途違うんですよね。そうですね。いや面白いですよね。だからニッパーは素材とかどういった切り方したいかとか、そういったねそのちょうどいい角度とか、先端とかもゴッドハンドさんを研究し尽くしていると。なんとですね、ゴッドハンドさんの公式ホームページの EC サイトなんですけども、ここからですね7本増えます。あ、そうなんですね。はい、全部で18種類ありますちょっと読み上げましょうか。ブレードワンニッパーの L が左利き用があるんですよ。やっぱ片刃ニッパーじゃないですか。だからその利き手によってまな板が逆の方がいいんですよね。なんでそのブレードワンニッパーの L でしょ。あとレジンニッパーね、レジンを切るためのニッパーってあるんですよ、ね、面白いですよね。であとアルティメットニッパーの左利き、そしてエッジニッパー45度、これはですね実はお店置きたいんですよ。先端がこうカックンって45度になってるんですね。そういうのってやっぱこう刃の入れ方がこうちょっと角度上げたところからこう切れるじゃないですか。だからそのいろんなこう障害物があってちょっと刃を入れにくいなっていう時にこの45度ニッパーですね、これ非常に使いやすいんですよ。僕はね結構45度愛用したいなというところではゴッドハンドさんを使ってみたいなと思うんですけどね。はい。あとですね、アルティメットニッパースリム、どういった商品なんでしょうね。もうそもそもスリムやんっていう、ね、気がするんですけども、あとですねプラバンニッパーですね。プラバンか、そうか、だから平滑な板を切るため、そうか、アメイジングカッターともまたちょっとね違うような用途なんでしょうね。あとですねパーツニッパーですね。パーツニッパーか、わからんななんとそういうので、ね、EC サイトで7種類もあるということで、いや僕もまだまだ勉強していかないといけないなというところですね。今回ね10種類しっかり覚えたので、この方が流暢にペラッと喋れるんじゃないかなと思いますので、はい、本当にいろいろ参考になってもらえたら嬉しいなと思っております。はい、ではこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。またね。サイレントエンド